こんにちは、ジパング55のタカです。今回はベトナムのリゾート地で有名なフーコック島をご紹介します。最近日本でも安くて楽しめるリゾート地として人気が出てきましたね。年末年始に5泊6日で訪れたので、たっぷりご紹介できたらと思います。動画は大きく3部構成になっており、フーコック島の各エリアと交通網、おすすめ観光スポット、フーコック空港に分けています。動画が長いので、概要欄の目次から自身が必要な場所まで飛ばしてご視聴ください。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。まず最初に、フーコック島の各エリアと交通網をご紹介します。フーコック島は574平方キロメートルで、淡路島やグアムと同じぐらいの大きさです。ホーチミンシティから飛行機で50分、ハノイからは2時間ほどです。日本からは韓国、中国、ベトナムの各都市で一度乗り換えて向かうことになります。ベトナム南部にあり、カンボジアにもほど近いです。フーコック島を北部、西部、中部、南部に分けてご紹介していきます。中部エリアには空港があり、島に訪れる方の多くが利用します。ナイトマーケットのある繁華街も空港から30分ほどで移動でき、お店なども多く発展しています。観光にも便利なエリアなので、ナイトマーケットなどを楽しみたい方はおすすめですね。中部エリアから少し行くと北部エリアがあり、テーマパークのビンワンダーズ、グランドワールドなどがあります。ホテルも多くあり、空港から1時間ほどで移動が可能です。西部エリアは大自然が広がっており、トレッキングツアーなどが行われています。雨季の時期は観光が難しいですが、川遊びなど自然を堪能するツアーに参加できます。南部は夕日が綺麗なキスブリッジや世界一長いケーブルカー、サンワールドなどがあります。中部のようにお店が多いエリアではありませんが、近年再開発され注目のエリアとなっています。フーコック島は海岸沿いにホテルが集中しています。ざっくり言うと、綺麗な夕日が見たいのであれば、西海岸沿いのホテルがおすすめです。また北部エリアは繁華街にもアクセスが良いので、観光にも便利です。難点としては、海の透明度がそこまで高くないので、綺麗なビーチが良い方には向かないかもしれません。南部の東側は比較的綺麗なビーチが多いですが、夕日などは見れないので注意が必要ですね。また繁華街まで少し距離がある場所も多いので、基本はグラブを使った移動になると思います。フーコック島の移動は基本タクシーになります。配車アプリのグラブが使えるので、事前にダウンロードしておくことをお勧めします。だいたい空港から北部のグランドワールドまで3000円ほど、南部のキスオブブリッジまでは2000円ほどです。近場の移動もかなり安いですし、事前に値段がわかるので、ぜひ利用してみてください。他の移動手段としてバスがあります。ビンバスは空港からテーマパークのビンワンダーズ近くまで無料で移動が可能です。他にもインターコンチネンタルや中部の港に向かうバスがあるようです。北部に行くバスは有名なナイトマーケットや繁華街エリアを抜けていくので、北部エリアに宿泊する方はとても便利だと思います。残念ながら南部に向かうバスはないので、南部宿泊の方はグラブで移動するしかないですね。ただ空港の乗り場はかなり分かりにくく、駐車場の端っこにあるのに看板もないので少し不安になりました。バス内は広く、スーツケースも運べるようになっていました。時間帯にもよりますが、20分から30分に1本ほど運行しているので、利用してみてください。それではフーコック島の主要な観光スポットを南部、中部、北部に分けてご紹介します。最初は南部にあるサンワールドをご紹介します。サンワールドはウォーターパークやジェットコースターなどがある複合施設です。フーコック島南部のホントム島という離島にあるため、
サンセットタウンという場所からケーブルカーで向かいます。ケーブルカーは世界一の長さです。乗り場の前はまるでヨーロッパのような建物が多くありました。ケーブルカーとサンワールドの値段はセットになっており、4000円ほどでした。他にもランチやこの後紹介するキスブリッジやショーがセットになっているプランがありました。ケーブルカー単体も2000円ほどで販売していました。ケーブルカー乗り場の前にはギフトショップやカフェなどがありました。ケーブルカーの運行時間は決まっているので、利用時間には注意してください。特に帰りの時間帯は混むので、余裕を持って利用してください。強制的に購入のための写真撮影の後、乗り場に向かいます。ケーブルカーはかなり大きく、1台20名から30名は乗れそうな広さでした。ケーブルカーが出発すると、絶景が広がっていました。小舟がたくさんあり、なかなか見れない光景ですね。すごい高い位置を走っています。速度はゆっくりなので、景色を楽しむこともできますね。景色を見ていたら、あっという間に到着しました。乗車時間としては、15分ほど乗っていたように思います。まずはサンセットパーク内にある展望台とジェットコースターに乗りに行きたいと思います。向かう道中に軽食の飲食店は多かったので、ランチは困らなさそうです。ドリンク、フードの値段は日本とそんなに変わらなさそうでした。ベトナムの物価を考えると少しお高めですね。観光地ではなく、地元のお店だと1人300円から500円ほどで食事ができます。観光地価格だとだいたい1500円前後で食べれる場所が多いですね。ビュッフェなどは3000円前後するところが多かったです。ここはほぼ観光地価格ですね。最初に島を見渡せる回転展望台に乗りたいと思います。ゆっくり回転しながら上まで登っていきます。施設は全体的に空いているので、あまり並ばずに乗ることができます。まだまだ開発の途中で、工事中の場所もたくさんありました。これからの発展が楽しみですね。ウォーターパークも見えました。様々な種類のウォータースライダーやプールがあります。子供から大人まで楽しめる施設です。近くには木製のジェットコースターまでありました。複合施設でいろいろ楽しめそうですね。ジェットコースターもそんなに混んでなく、10分ほどで乗れました。あまり並ばずに乗れるのがいいですね。荷物も顔認証式のロッカーで最新式になっていました。マンゴーレストランではビュッフェ形式で食事がいただけます。今回はここで食事をしました。値段は1人3500円ほどするので、日本のビュッフェと値段はそんなに変わりませんね。中は広々しており、団体のお客さんが多いようです。料理の種類はかなり多いですね。フルーツ、サラダなどの冷製料理、色のついたご飯が数種類ありました。生の海鮮もありました。フーコックは海鮮が有名なので美味しそうですね。揚げ物やちまきのようなご飯、名前がよくわからない料理がたくさん並んでいます。子供向けのミートソースパスタや肉料理もあり、子供も喜びそうです。他にも揚げ物や魚料理などがありますね。デザートもフィナンシェを中心にいろいろありました。パンもありましたが、菓子パンなどはなく、プレーンパンのみですね。料理は種類も多く、味も美味しかったですね。
ただ注意点として、水着での利用ができないので、プールの合間に利用ができません。営業時間も14時までなので、少し利用しにくい設定になっています。値段も安いわけではないので、面倒な方は軽食で済ましてもいいかもしれません。それではウォーターパークに向かいたいと思います。ウォーターパーク内は荷物を置ける休憩スペースなどもあり、ゆっくりできます。奥には更衣室とシャワールームもありますが、シャンプーやドライヤーなどはないので注意してください。12時頃訪れたら、ロッカーを借りる列が更衣室まで伸びており、15分ほど待ちました。値段は小さいロッカーが180円、大きいロッカーが360円、タオルが300円ほどでした。デポジットで300円ほど預けないといけないので、そちらも注意してください。今回は小さいロッカーにして貴重品だけ預けました。中にもピザなどのフードがありますが、1500円ほどしますね。流れるプールには浮き輪がすでに浮いており、自由に使うことができました。一周も結構長く、子供と一緒に楽しめると思います。ウォータースライダーはかなり本格的で、ゴム製の大きい浮き輪に乗って楽しむものもありました。本格的なものが多く、これはかなり楽しめると思います。恐怖度のレベルも様々だったので、絶叫系が苦手な方も楽しめる施設だと思います。波のプールではダンスショーなども実施していました。ほぼ垂直落下するウォータースライダーもありました。ここは厳しく、紙についているものも含めアクセサリー類は全部外す必要があります。何の号令もなく、急に床が抜けて滑り落ちるので迫力満点でした。個人用スライダーや子供用のプールもあります。ライフジャケットも貸し出しているので安心ですね。かなり充実した施設です。子供から大人まで楽しめるので、ぜひ利用してみてください。それではサンセットタウンに戻りたいと思います。ケーブルカー乗り場まではお土産売り場を通り抜けて向かいます。終了時刻間際はかなり並ぶので、早めに帰ることをお勧めします。私は終了1時間前の16時前に戻りましたが、そんなに混んでいませんでした。帰りは一番前の席に座れたので、景色がより綺麗に見れました。私が今回宿泊している JW マリオットからは、サンセットタウンまで無料のバスも運行しており、アクセスしやすいと思います。日本ではなかなか見れない光景が広がっているので、ぜひ利用してみてください。それでは同じサンセットタウンにあるキスブリッジに向かいたいと思います。向かう道中は地中海エリアにありそうな風景を模した建物が多かったです。キスブリッジは南と北に出入り口があり、どちらからも入ることができます。橋の中央が分かれており、橋と橋の間に立ってカップルがキスをすることから、この名前で呼ばれています。サンセットタウンの街並みはまるでヨーロッパのようですね。これだけの街を小さな島に作ったことが驚きです。サンセットタウンで行われるショーのリハーサルがちょうどやっていました。権利の関係で楽曲は流せませんが、世界的に有名な曲を使ってショーを行っていました。リハーサルを見るだけでもすごそうですね。値段は3000円前後だったので、興味のある方は見てみてください。本番は花火や火を使い、かなり見応えのあるショーになっているそうです。
それではここでサンセットを見たいと思います。今回は2024年12月31日に訪れたので、2024年最後の夕日です。分かれている先端から離れて写真撮影も可能で、夕日と相まってとても綺麗に見えますね。それでは2024年最後のサンセットも見れたので、近くのナイトマーケットに向かいたいと思います。フーコック島のナイトマーケットは北部が有名ですが、最近南部にもできたようです。多くの屋台が並んでいましたが、後ほどご紹介する北部のナイトマーケットの方が雰囲気はありますね。今回はナイトマーケットにあるお店ではなく、サンセットタウン内にあるレストランに入りました。ベトナム料理やフーコック名物がいただけるお店です。値段はベトナムの物価を考えると少しお高めです。今回は高級なセミエビを注文しました。日本では貴重なエビですが、ここでは2000円から3000円ほどで食べれました。取るところを見せて、エビの重さを測って見せてくれました。あとはカニチャーハンを注文しました。こちらが先ほど取ったセミエビです。大きさは少し小ぶりですね。2品頼み、ビールとお水を注文して、だいたい3500円ぐらいでした。何人かで料理をシェアすると、値段は安く済みますね。どこのお店も1品あたりの量が多いので、シェアで十分だと思います。セミエビはプリプリで美味しかったですが、身が少ないので、日本で高いのであれば食べないだろうなと思いました。それでは近くのお店にマッサージを受けに行きたいと思います。今回は値段もお安めのこちらにしました。サンセットタウンは全体的に観光客向けの値段設定のお店が多かったですね。だいたい30分のフットマッサージで200ベトナムドン、1200円ぐらいが相場ですが、30分500ベトナムドンで設定しているところが多かったです。安いローカルのお店だと100ベトナムドンでマッサージしてくれるところもあるみたいです。今回は30分250ベトナムドンのホットストーンを使ったフットマッサージにしました。このお店は待っている間にマンゴーと温かいお茶を出してくれました。ただかなり待たされ、30分以上待ちました。ショーまで時間を潰したかったので、ちょうど良かったのですが、何もない時に来たら少し困りますね。施術は最初にお湯で足を洗います。半ズボンでない場合、ズボンも貸してくれました。施術はあっという間に終わり、気持ちよかったです。東南アジアはマッサージを安く受けられるので、いいですよね。ここフーコックでも、いろんな場所でマッサージが受けられるので、ぜひ体験してみてください。それではサンセットタウンで行っているショーを見たいと思います。サンセットタウンではシンフォニー・オブ・ザ・シーとキス・オブ・ザ・シーの2つの公演があります。シンフォニー・オブ・ザ・シーは先ほどリハーサルで見たウォーターショーになっています。キス・オブ・ザ・シーは映像と花火を用いたショーになっています。大型の花火は外からでも見えるそうなのですが、今回はせっかくなので席を取りました。席はベンチ席になっており、会場から早い者勝ちで席を取るスタイルでした。水にプロジェクターで映像を映し出していました。それではショーの様子を一部だけご覧ください。
ごいショーでしたね。花火も圧巻でした。個人的にはシンフォニー・オブ・ザ・シーの方が知っている曲をたくさん使ってアクロバットの演技が多かったので好みかもしれません。どちらも夜に20分から30分のショーなので両方楽しめると思います。ぜひ参加してみてください。続いてサンセットタウンから雰囲気がガラリと変わり、同じ南部エリアにあるフーコック刑務所です。ベトナム戦争の時期に捕虜などを拘束していた収容所です。空港から車で30分ほどの位置にあり、入場料は無料です。ベトナム戦争中に多くの人々が投獄され拷問を受けたという悲しい歴史の残る場所です。当時の鉄柵などがそのまま展示されています。人形などもあり、実際の生活や拷問の様子が表現されています。少し生々しい展示もありますが、ベトナムの歴史を知る上で大切な展示だと思うので、訪れることを検討してみてください。収容所から10分ほど歩いた場所には、ローカル店やスーパーなどがありました。せっかくなので、地元の方が行くようなお店に入りました。英語は全く通じず、すべて指差しと電卓で値段のやり取りをしました。コムタムしかないと言われたので、それを注文しました。ここにしたのは、道で美味しそうなお肉を焼いていたので、思わず惹かれてしまいました。こちらが料理です。とても美味しそうですね。ご飯の上に焼いた豚肉と目玉焼き、きゅうりなどがあり、そこに少しピリ辛のソースをかけていただきます。コムタムはベトナムのローカルフードで、食堂なのでよく食べられています。いろんな組み合わせがありますが、砕いた米と骨付きリブポーク、目玉焼きの組み合わせが一番人気のようですね。もともとは貧しい農民が、販売ができない砕き米を料理にしたのが始まりです。値段が激安で、2人で540円でした。地元のお店だとこれぐらいの値段で食べれるのが嬉しいですね。一緒にゴーヤのスープが来たのですが、結構苦く、苦手な人はきついかもしれません。全体的に味は美味しく、この値段なら満足なお味でした。続いて中部エリアのご紹介です。最初にご紹介するのは、ベトナムのドンキ、キングコングマートです。日用雑貨から飲食物まで幅広く手に入るスーパーマーケットです。空港からは10分ほどの距離です。入り口でバッグに紐をつけられます。万引き防止のためのようです。店内はかなり広く、いろいろ販売していました。ここでお土産を購入される方も多いですね。値段も安いのでおすすめです。お土産からお酒まで買えるので、旅行の途中に立ち寄ってみてください。続いては、ベルサイユマットスパです。こちらも空港から10分ほどの距離にある、泥風呂に入れるスパです。店内はゴージャスな感じになっていました。専用の服が貸し出されるので、そちらに着替えて泥風呂に向かいます。お風呂は利用客ごとに区切られていたので、基本はグループ単位で利用できるようです。手を拭くタオルなどが置いてありました。お客さんが入ると泥が足されていきます。結構暖かく、肩まで入っているとのぼせてしまうので、ちょくちょく縁に座りました。飲み物も提供してくれるので、水分を取りながらゆっくりできました。泥は少しサラサラで、まとわりつく感じではなかったです。泥で40分ほどゆっくりした後、シャワーを浴びます。このシャワーがお湯というよりは、少し温かい水ぐらいだったので、体にはきつかったですね。
その後スチームサウナで少し汗をかき、シャワーを浴びたら終了です。シャンプーやドライヤーなどはなかったので、注意が必要ですね。終わると、ロビーでフルーツと甘いお茶が提供されました。終わった後に、このようなサービスがあるのは嬉しいですね。お値段は1人3300円ほどでした。マッサージをつけるプランもあり、プラス3000円ぐらいでした。ここは隣にビーチがあるので、サンセットを見てからナイトマーケットに向かいたいと思います。ビーチまでの道は、すごい装飾されていました。ライトもついて綺麗ですね。こちらがサンセットです。泳ぎながらや、船から見てる方も多かったですね。近くにレストランもあったので、この辺りで食事してみるのもいいかもしれません。やはり海の透明度は南部の東側の方が高い気がしますね。夕日はとても綺麗ですね。それではナイトマーケットに向かいたいと思います。こちらがフーコックで有名なナイトマーケットです。雑貨や真珠、飲食店が軒を連ねているエリアです。店の間には水槽がいくつもあり、新鮮な魚介類を食べることができます。エビ、タコ、イカ、貝などいろいろありますね。肉料理もあり、どれも美味しそうです。フーコックは真珠が有名ですが、正規店じゃない場合、偽物の可能性が高いので購入は避けた方がいいと思います。それでは手近の店に入りたいと思います。まるでお祭りのような雰囲気で、皆さん食事されてますね。地元の方より観光客が多い印象です。机にはおしぼりもあり、衛生的でした。メニューは海鮮から肉料理までいろいろあり、どれも美味しそうです。ただ値段は一皿1500円前後するものが多いですね。ビールは1杯150円から250円ほどで、かなり安いです。今回は海鮮焼きそばを注文しました。これにビールとお水で1500円ぐらいです。一皿の量がかなり多いので、一人で食べるのは難しい気がします。全体的に量が多いので、シェアして食べるのがいいと思います。ただいろんな種類を食べてみたかったので、ハーフサイズがあると嬉しいですね。味はとても美味しかったので、そこが残念です。見るだけでも楽しいので、ぜひ皆さんもナイトマーケットを訪れてみてください。続いて北部エリアにあるヴィンワンダーズのテーマパークをご紹介します。冒頭でご紹介したヴィンバスで空港からヴィンワンダーズまで向かいます。バスで1時間ほどかかるので少し遠いですね。ヴィンワンダーズの手前のグランドワールドまで移動し、別のバスに乗り換えます。乗り換えのバス停では客引きのタクシーが多いので注意してください。バスなら無料で移動が可能です。バスはサファリパークとヴィンワンダーズ行きがあるので、訪れる方に乗車してください。それではヴィンワンダーズまで来ました。チケットは事前に購入もできますが、当日もそんなに並ばずに購入できます。値段は1人5700円ほどです。このヴィンワンダーズは大夢の国と似ているところが多く、大丈夫なのかと思ってしまいます。荷物は入館前に検査されます。スーツケースなども持ち込めますが、1つ預けるのに600円ほどかかるので注意してください。このヴィンワンダーズ、すごいのがプール、水族館、遊園地が併設しており、好きな場所で遊ぶことができます。なかなか日本では見ない複合施設ですね。大夢の国と違い、アトラクションはどこも空いており、だいたい10分から15分で乗ることができました。
アトラクションの施設内も作りがすごいですね。ジェットコースター系は一度乗ると5分ほど待機する必要があり、そのために並んでいるようでした。水がかかるアトラクションが多く、水着でも楽しめるようですね。シューティングゲームのアトラクションなどもありました。亀の形をした水族館もありました。中はかなり広く、意外に様々な種類の海の生き物が展示されていました。遊園地に併設している水族館とは思えないですね。ペンギンもいました。ペンギンの餌やりもできるようですね。周りが水槽の中を歩ける道もあり、綺麗な光景を見ることができます。お土産も販売しているみたいです。巨大水槽では時間になると水中ショーが行われていました。音楽に合わせて人魚の姿をした人たちが泳いでいます。なかなか見応えのある水族館なので訪れてみてください。射的エリアもあり、センサーで的を撃って遊ぶこともできました。近くには棒夢の国に出てきそうなキャラクターの人形もありました。エジプトを模した建物があったので、何かと思ったら子供が遊べるエリアでした。外観がアトラクションのようだったので少し残念ですね。迫力のある建物やオブジェが多いです。富士急ハイランドにもありそうなジェットコースターがあり、迫力満点でした。スピードは富士急にも負けない速さだったと思います。豊富なアトラクションをあまり待たずに遊べるので楽しんでみてください。食事は園内に屋台のようなものが出ており、軽食を販売していました。他にもレストランがいくつかあり、値段は1000円から2000円前後でした。私はコムタムを注文しました。意外にボリュームもあり、美味しかったです。値段は1000円くらいでした。敷地面積も広く、園内には有料のバスも走っています。1500円ぐらいの1日フリーパスを購入すると乗り放題になるようです。プールでも遊んで、さらにサファリパークにも遊びに行くと時間が足りないかもしれませんね。閉園時間は早く18時前後で閉まってしまうので、ゆっくり遊びたい方は2日あってもいいかもしれません。ただアトラクションはあまり並ばないので、1日で主要なものは回れると思います。それでは先ほどの乗り場まで戻って空港に向かいたいと思います。無料バスで1時間ほどかけて空港に移動してきました。スーツケースも運べるので大きい荷物があっても便利でいいですね。これから一度ホーチミンシティに戻り、日本に帰国したいと思います。日本への帰国の様子はこちらでご紹介していますので、確認してみてください。年末年始に利用したということもあり、かなり混雑していました。チェックインと持ち物検査はかなり待つと思うので、注意してください。空港内にはハンバーガーや軽いカフェなどがありました。制限エリア内にも簡単な軽食などがありました。バーガーキング、スターバックスなどもありました。値段は日本とそんなに変わらない気がしますね。お土産店もあり、ベトナムやフーコックのお土産を販売しています。
名産の真珠も販売していました。真珠の相場が分かりませんが、数万円から数十万円ほどでした。今回はベトナム航空のビジネスクラスを利用しているので、ラウンジが使えます。ラウンジは広々しており、雑誌なんかも置いてありました。ビジネスクラスを利用していなくても、3000円ほど払えば利用できるようです。座席は2人から4人で利用できる席が多かったです。中にはデザート、フルーツ、野菜、ハム、チーズ、トウモロコシと芋の蒸し野菜、キムチチャーハン、名称がわからない料理、ブロッコリー、ゆで卵、フォーがありました。アイスコーヒー、紅茶、オレンジジュースがありました。ホットもありますね。冷蔵庫にはセブンアップ、ペプシ、水、サントリーのチューハイもありましたね。料理の種類はホーチミンシティより少なかったです。軽く食事をとる分にはいいかもしれません。ソフトドリンクの種類はそれなりにありますが、お酒はあまりありませんでした。ビジネスクラス利用者はチェックインや手荷物検査も優先レーンがあるので、かなり早かったです。混雑を考えるとビジネスクラスにしてよかったですね。値段は通常料金に1万5000円から2万円ほど上乗せした金額になります。飛行機は当初の時間より遅延する場合が多いので、トランジットがある方は注意してください。ベトナム航空の場合は、事前に遅れる時間をお知らせしてくれることが多かったので、助かりました。格安航空会社は、当日に突然、1時間以上遅れることもざらにあるので、購入の際はその点も気をつけた方がいいですね。それでは搭乗口に向かいたいと思います。飛行機の搭乗まではバスで移動します。大型バスに乗るかと思いきや、ビジネスクラスは専用のバスを用意されていました。日本では優先搭乗があっても、同じバスなので意味がないじゃんと毎回思いますが、これだと先に通されて便利ですね。座席の幅やデザインは、行きの飛行機と一緒ですね。座席前の空間はゆとりがあるので、足も伸ばせそうです。行きはボーイングでしたが、帰りはエアバスでした。座席や足置きなどの操作も手元でできるようになっていました。飛行機に乗るとドリンクも提供してくれました。私はデトックスウォーターにしました。ビジネスクラスの座席数も多いので、エアバスの方が機体は大きそうですね。飛行中もホットコーヒーを提供してくれました。肘置きも隣の席と幅があっていいですね。小さいテーブルも出せるようになっており、便利です。Wi-Fi も提供しているようですね。映画や音楽などはここから視聴するようです。飛行時間は50分ほどなので、あっという間にホーチミンシティに着きました。フーコックに比べてやはり大都会ですね。それでは到着です。降りる際も専用バスで先に案内していただきました。人数も多くなく、すぐに出発してくれるので、急いでいるときはとても便利ですね。ホーチミンシティ空港や日本とホーチミンシティの機内の様子は、先ほどご紹介した動画にあるので、確認してみてください。それでは、今回のフーコック島観光、いかがだったでしょうか。見どころが目白押しだったので、また訪れたくなる場所でした。アクティブに楽しむことも、ホテルでゆっくり休むこともできる最高のリゾート地でした。また訪れたいと思います。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。
それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。